全部可愛い子供みたいなものなので、Nagasawa has been making high-quality stationery since 1960, and their inks tell a story. We invited the creative director of the popular fountain pen ink series, Kobe Ink Monogatari, to dive into this brand's iconic ink lineups. 長沢文具センターの商品開発を担当しております竹内と申します。兵庫県神戸市からはるばるサンフランシスコベイエリアまでお越しくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。当時はですね、2007年もうどんどん万年筆の需要が減ってきて、はい、私たちの店でも徐々にこう売り場をね狭くしていくような状況でやめていくところもたくさんあったんですね。ショップの方では、店の方では。それが数年後、神戸インクが色数大体地域の色として6色ずつ作っていったんです。もう売れても売れなくても6色ずつ。どんどん在庫を私の机の後ろにどんどん増える。はい、もうそれもとにかく社長の OK だけもらって面白いからやってくださいの一言だけをもらって開発を進めて5年ぐらいまず苦労の時代が続きました。そうですか。30色ぐらいまでですね。神戸インク今地域の色で88色になってます。その30色目ぐらいの最初の5年がやっぱりきつかったです。そうですか、はい、でもそれでも5年以上続けていってそこからそうなんです。そこから周りのお客さんの方から面白いからもっと応援するからやってくださいという声が圧倒的に多く私そこに背中に届くようになったんです。いいですね。そこからが原点です。日本国内で今よく人気があって問い合わせが多いのが57番の神戸姫あじさいという色があります。ですね。ここにありますね。これはですね、神戸市の花なんですよ。実は神戸の花はアジサイというふうに決められてまして、これ作るのにね、私8年アジサイ園、森林植物園のアジサイへどの色を作ろうかなというのを研究に通ったすごく一番苦労した色でもあるんで、すごく私も自信のある色です。試し書きしていただいた後、ティッシュ紙ティッシュペーパーなんかでちょっとペン先をそのまま拭いていただければ色のグラデーションがいろんな色出てきますから。そういう風に見られるんアですか。ジサイもいろんな色ありますよね。ピンク、それとブルー、パープルのアジサイがあると思うんですけど、そのあたりの色がふわっと出てくるいうのがちょっとこれ面白い、はい、ポイントになりますんで、素晴らしい。楽しめる色です。あとね、基本的にはみんなこれ自分の気に入った色しか出してませんから、全部可愛い子供みたいなものなので、はい。実はこのオノマトペシリーズはもう数年前、7、8年前になりますかね。お店で働いてた女性スタッフから日常生活の中で何気なく見過ごしがちなそういうのをテーマにしたインクができないものかというようなアイデアを出していただいて、このボトルのインク、ボトルもちょっと可愛いでしょこれね。はい。でキャップの色とかこの箱がこうパカッと開けると花のようにパッと広がる。こういうのはやはり私ではなかなか思いつかないアイデアをたくさん凝縮したこのインクのシリーズなんです。ちょうどね、神戸インクシリーズの妹的存在と位置づけしていただいたら一番分かりやすいかなと思います。どちらかというと神戸インクは落ち着きもあって、どなたでも使っていただける色、こちらはちょっと明るくこう楽しくインクのね手書きの文化を楽しんでもらえたらいいなと思って作ったインクです。私は長さ入社時よりマーケティング関係の仕事をずっと担当させていただいてて、もう早いもので47年になります。入社して数年後の仕事として、手がけたのが長さの例えばショッピングバッグとか、あと販売促進とか、あとウィンドウのディスプレイとかそういうような担当もずっと長年やってました。いいですね。
店舗自体のこええう見せ方とかそうなんです。いいですねそういうことをよく仕事として担当してました。そこでマーケティングのこう考え方が入ってきそうなてんですね。それをまはい。た足していったっていうはい。感じですね。それを今度ものづくりの方に生かして、いろいろお客様のお声を直接ね、店頭でお伺いもできますので、それを商品化していって、いろいろ作っているというのが今の現状です。素晴らしい。はい。これは長さの120周年の時ですね。はい。今からもう23年前になりますかに企画した周年記念万年筆ですこれ。ですからこれ形もこれは全部オリジナルで作った分です。形まで。形まで。色も素晴らしいですね。色も緑と青がそうなんですよ少しずつ混ざっていてでここに長さの N のマークが入ったりしてます。ここのところにね。かっこいいです。ちょうどこの N のマークなんかも私そのデザインとか担当してる時に長さのマークとして今もネームカードなんかに使ってるマークです。注目はこのペン先なんですけどもここにねちょっと小さいですけど風緑はい。風緑はい。これを刻印してるのが長さの万年筆の特徴なんです。お守り的存在というまあ私らも心の中にありましてですねそういう意味も含めて万年筆やはりこう常に持ち歩いていざという時にサインしたり大事なものを書いたりする時なんで長沢のオリジナル万年筆はこの風緑を刻印するように今も商品も心がけています。もう一本今日持ってきたのはこれは今現存のオリジナル商品こういうスケルトンのタイプが長沢のオリジナルではすごく多いんです。これはね理由簡単なんです。インクの色をたくさん入れて見えるために私はやっぱり透明のスケルトンがこれはデザインカラーリングだけじゃなしにやはり機能的な意味でスケルトンにしたらインクの容量も分かるしちょっとこう今これ青の明るい青入れてるんでこういうところに青が出てますでしょ、これがポイントなんです。そしたらまず1点目にやっぱりインクからいきましょう。はい。このインクちょっと変わったラベルですごく個性的でしょう。ボックスがこういうボックス。これはね実は私今は神戸に住んでますけども生まれはお隣の明石という町で生まれましてでその明石の色をですね作ってほしいという声がもうお客様からたくさんいただいててこれは今明石に住んでおられる人気の絵本作家田中伸さんという方この人気作家なんでなかなか大変なんですけどね書いていただいてで色は何色かと申し上げるとこの箱の色のブルーちょっとこう緑がかった綺麗なブルー落ち着いたブルーなんです。なぜ明石の色がこのブルーかと申し上げると明石の海は深く流れも速く美味しい魚とかが昔から好漁場というか魚が取れるところでして漁師さんにもお尋ねして海の色は明石の海はブルーではないんですよともっと深いグリーンなんですよいうことをお伺いしましてユーフォービカブルーというネーミングユーフォービカという言葉は豊かなとかちょっと、日本でいう古い物語源氏物語なんかに出てくる言葉でユーフォービカブルーというネーミングもこだわって結構これは自信作の色です。2点目はですねこのノートインクがいっぱいあります。インクたくさん持ちたいなと思ってもらえるかも分かりませんのでこれだけ全部これは神戸の街の色もう基本の色ですね。これを全色載せて小さくそのナンバーとインク名これ重要なインク名ネーミングも私全部考えました今まで。これはこだわってこの地域とその色を合わすこの語呂というかその響き、すごく響きもいいように作っています。で問題の中身ですけどもこれはグラフィーロというすごく万年筆ののりがいい紙を使ってますのでこれももう数年前から発売してるんですけど色が少しずつ増えていくんでちょっとねこれがすぐ詰まってしまうんでだんだんこう小さくなっていくのがねインクのね増え方によってこうだんだんね小さくなるのがこれがちょっと今度大きいノート作らないといけないようになる。ただ今英語サイズですけども
ぜひこれもうお勧めしたい。もうインクと合わせてお使いいただければすごく私はインクの神戸インクの世界ができると思います。私はですね、もう18年間万年筆インクを中心にとにかく手書き文化をですね、もっともっと見直してほしいと思ってこれまで努力してやってきました。で、おかげさまで今かなりの方に手書き文化に、興味を持ってもらえる方が世界中に増えてきたことがすごく嬉しく思っております。ぜひ皆様もお試しいただいて手書きの良さをですね、ぜひ味わっていただければなと心からそう思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。Visit jetpens.com to see swatches of Kobe inks and pick the one that suits your style. Thanks for watching!